ナンバー27、激突拒否の代償、初期アルゴリズムの限界とハンチングの穴。いろは電子工作所第27回の報告です。理論は完璧でした。センサーは正しく距離を測り、マイコンは通信を支配し、私の意図した通りにパケットを書き換えている。しかし、いざ空へ放たれた機体が突きつけてきたのは、現実という名のあまりに厳しく、そして正しい洗礼でした。激突は回避した。だが、これは飛行とは呼べない。初フライトの様子をどうか注意深く見てください。機体が仮想天井である90センチに近づいた瞬間、激突こそ免れましたが、まるで目に見えない強力なバネに弾き返されたかのように、激しく上下に揺れ始めました。これがハンチングと呼ばれる現象です。なぜ安全を守るために書いたはずのプログラムが機体の安定を奪い、自ら暴走を引き起こしてしまったのか。その原因は私が書いたあまりに単純すぎる論理にありました。今回使用した初期アルゴリズムをコードレベルで解剖します。その構造は極めてシンプルです。もし天井との距離が90センチを切ったら、操縦者の操作を一切無視してスロットル値を強制的に一定の低出力まで引き下げるという、いわば0か1かの2値制御です。シャオ ESP32S3 という検閲官は 0.02 秒という猛烈な速度でパケットを監視し書き換え続けています。しかしここには致命的な落とし穴がありました。高度が90センチを超えた瞬間にパワーが極端に落ち、機体は自重で落下を始めます。すると今度は制限高度を下回るため、一瞬で制限が解除されて元のハイパワーが戻り、再び急上昇する。この繰り返しが物理的な機体の感性と激しくぶつかり合い、機体を大きく上下に波打たせたのです。物理現象を制御するには遊びや滑らかさが必要不可欠でした。一点の境界線だけで世界を切り分けようとするハードリミット方式では、センサーのわずかな測定ノイズや機体の持つ運動エネルギーを吸収しきれません。制御理論でいうところの不連続性がシステム全体の発進を招いたのです。ハンチングを続け、空中で苦しそうにあえぐ機体を見つめながら、私はエンジニアとして痛感しました。真の自律制御とは、単に強固な壁を作ることではなく、いかにして現実の物理に寄り添った柔らかい制動を実現するかであると。次はこの見えない壁を物理的に柔らかく作り変えます。目標高度に近づくほどブレーキをかけるように出力を徐々に絞っていく。比例制御 P 制御の導入。デジタルな日の世界からアナログな連続する世界へ、私のアルゴリズムがまた一歩真の知能へと近づくための、これは避けては通れない試練です。それではまた次回。